こんにちは、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー、岩牡蠣っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。高級岩牡蠣っていうことでね、暑くなってきて、岩牡蠣が美味しい時期になってきましたね。というわけで、昔も一回動画で紹介させてもらったんですけど、こちらの鳥取県のブランド岩牡蠣、夏木って読むかな、夏に輝きと書いて夏木。読み方を変えれば牡蠣とも読めますね。すごくいいネーミングセンスしてますよね。今日はこちらの鳥取県産ブランド牡蠣夏木で、ちょっと作ってみたい料理見つけちゃって、めちゃくちゃそそられるんですよ。それどういう料理かというと、中国の方の料理なんですけど、シャンションエノンみたいな名前の料理なんです。字がこういう感じですね。で、この料理、なんかね、ケジャンみたいな料理なんですよ。作り方が、こういうね、ニンニクとか唐辛子とか、パクチーとか、こういう香味系の野菜でタレを作って、その中に生の牡蠣とか、あとエビとか渡りガニとか、何でも生で食べられる海鮮を入れて、1日漬け込んで食べるっていう料理なんですって。ほんとケジャンっぽいなと思って。でも入ってる調味料は、ちょっとケジャンとは違うんですよね。料理の工程は似てるんですけど、全くの別物。で、今日は火を一切使いません。火入れなしで作れるみたいですね。よし、というわけで作ってみましょうか。シャンシュンエノンみたいなやつ。まずは牡蠣をさばいていくんですけど、こちらの牡蠣ね、インターネットで買ったんですけど、オプションで殻外しっていうオプションがあったんで、自分でも殻外せるんですけど、どういう風に殻外されてくるのかなと思って、今日はあえて殻外しっていうオプションつけてみました。そしたらね、すごく丁寧に上殻を外された状態で来ましたね。ほら。あえて下殻の貝柱は取ってない感じですね。いや、これめっちゃ助かりますよね。岩牡蠣って真牡蠣に比べて開けにくいんですよね。で、慣れないと怪我のもとなんでね、こういうオプションはね、すごく助かるなと思いました。もうこれパカッと開けるだけですから。パカッと。よっと。こんな感じですね。ほんで、岩牡蠣って、正直このぐらいのサイズ感が一番うまいと思います。このぐらいの巨大なやつ、あれをね、口の中いっぱいに放り込むと、口の中が牡蠣いっぱいになりすぎちゃって、気持ち悪いよっていう方もね、いると思います。なんで生牡蠣はね、このぐらいの一口サイズが一番いいと思いますよ。すごくいいサイズ感ですね。ほんで、岩牡蠣は、こう、剥がすとき、ここのね、蝶つがいのここすごい硬いんですよね。こっからなかなか動かない個体とかいるんで、なんで軍手とかして、こうぐーっと力入れてやった方がいいですね。軍手とかしても、本当どうしても開かないやつとかいるんですよ。どんだけ硬いんだよってやついるんで、その場合は、もうこの状態で割り切って、カキナイフで下から外して、身を取り出しちゃうとかね。そういう風にした方がいいと思いますよ。よいしょ。で、ちょっと初めて作る料理なんで、漬け込むの5個だけにしときます。ちょっと口に合わなかったらもったいないなと思うんでね。で、それにね、今日僕の唯一苦手な食べ物が入ってくるんですよ。それがね、パクチー。これね、僕、好き嫌い克服しようと思って、2ヶ月に1回ぐらいはチャレンジするんですけど、苦手なんですよね。食べられないことはないんですけど、美味しさがわからない。いつか美味しいと思える時が来るのかな。はい、そしたら下殻を外しちゃいます。クリッと。うわ、楽だわ。ここまでやってくれてあると最高ですね。ありがたすぎる。クリッと。もうこうなっとればこっちのもんですからね。これバーベキューとか焼きにする場合でも、こう丸ごと1個バンって焼くより、この上殻外した状態で焼いた方が食べやすいですよね。でも上殻ついてた方が中でこう蒸し焼きになるんで、プリッと仕上がるような気はしますけどね。食べやすさか美味しさ、どっちを取るかですよね。ほら、プルンプルンの岩牡蠣。これはうまそうだ。そしたらこちら一度きれいに洗っていきます。ざるに牡蠣を入れて、まずは軽く水洗い。そしたらお塩をぶっかけてガシャガシャ洗っていきます。片栗粉とか大根おろしとかでもいいんですけど、僕はね、塩が一番手っ取り早いかな。大根だと排水口詰まっちゃうし、片栗粉はもうシンプルに僕が苦手なんで、触るの。値段も塩が一番安いんでね、塩が一番楽だと思います。これでザルの中で1分ぐらい、牡蠣同士をコロ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 転がしてあげると、ぬめりも汚れも取れますんでね。これやるととっても綺麗で衛生的です。で、こういう殻の破片を見つけたら、目視で取ってあげる。はい、OK。そしたら塩をよーく洗い流します。はい、こんな感じですね。そしたら野菜を刻んでいきますんで、一度冷蔵庫に入れます。
ではまず野菜刻んでいきます。まずはニンニク。次は赤唐辛子。次、青唐辛子。次、パクチー。でパクチーはこの根っこもね、入れるみたい。根っこもきれいに洗っておきました。根っこ。で僕、ちょっとパクチー苦手なんで、パクチーは少なめに入れますね。まあ、これが少ないのかちょっとわかんないですけど、このぐらい。こんなものにしときます。で、生姜。で、柚子の皮もちょっと入れましょうか。ネギですね。ネギもたっぷり入れます。はい、こんな感じに野菜がカットできました。すごいですね。匂いがね、うわ、パクチーだ。カメムシ臭がすごいな。大丈夫かな。そしたらここに調味料を加えていきます。そしたらまずは醤油を 400cc、300cc は普通の醤油入れて、もう100は韓国の美味しいジン醤油。これケジャンにもね、使うと美味しいですよ。よいしょ。で、次、お酢を 200cc ですね。今日はね、米酢、千鳥使っていきます。次、ナンプラー。僕はナンプラーの代わりに、これね、しこのつゆって言って、こう地元で取れるカタクチイワシから作った魚醤ですね。これ使っていきます。で、これを 180cc ぐらい。結構ね、匂いがあるんだ、この魚醤って。臭えけどうめえ。臭えもんはうめえから。入れます。で、お塩を小さじ2杯。お砂糖も小さじ2杯。1、2。で、こちら、味の素ですね。味の素、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回ぐらい。で、香り付け程度のごま油。で、お水を 200cc 入れて、ちょっと薄めます。で、混ぜと。で、ちょっと味を確かめます。ちょっと待って。うまいぞ、これ。これむちゃくちゃ美味しいけど。やばいね、これ。ピリ辛でめちゃいい感じ。正直もっとパクチーしてるのかなと思ったんですけど、そんなことない。むしろ、パクチーがいい感じの味出してるじゃない。初めてなんか君と共存できたよ。美味しいよ。これめっちゃいい。そしたらそこに少し濃いめのお酒。今回は焼酎入れます。1個。さーっと。そしたら、牡蠣の他に、冷凍庫にほんとたまたまですよ。ボタンエビの冷凍が入ってましたんで、これボタンエビも入れましょうか。ほんでこんなことってあるんですね。漫画みたいな話なんですけど、ホタテの貝柱も転がってたんで、これも入れてみましょう。ね、気持ち悪いことってあるもんですね。なので、岩牡蠣、ホタテ、ボタンエビ、これつけていきましょう。そしたら毎度おなじみ、ツボですね。まあ、壺でつける意味、特に深い意味はないんですけど、なんか壺でつけた方が美味しく感じる、そんな気がします。ぐわーっと入れて、こんな感じ。そしたら、まずは、ホタテ、生牡蠣、で、ボタンエビ。えいと。なんかかっこいい料理だな。はい、こんな感じですね。そしたらこれを1日漬け込んで食べます。漬ける時間は1日でいいっぽいですね。あんまり3日4日漬け込んでも、今日は相手が牡蠣なんで、ちょっと怖いということでね。というわけで明日まで移動。はい、というわけで1日漬け終わりました。揚げてみましょう。オープン。おー、相変わらずいい香りだ。こんな感じです。エビちゃん。牡蠣も探してみましょうか。あった。うまそう、めっちゃ使ってますね。じゃあちょっと出していきますよ。まずはボタンエビですね。確かにこれは1日でいいですね。
これ2日3日漬け込んじゃうと真っ黒になるな。昨日タレ舐めた時相当うまかったっすからね。貝柱もすごい使ってる。そしたらエビは剥いちゃいます。ピロピロっとこんな感じで、頭ついた、頭取っちゃおうかな。でもついとった方が見栄えはいいか。はい、このように剥き終わりました。そしたらこちらを盛り付けていく。僕ね、今日のあの食べ物は白米よりお粥の方が合うような気がするんですよね。なのでお粥を作っていきます。お鍋に洗っておいた生米ざっと入れます。洗ったお米1合に対してお水を500、もうちょっと入れてもいいかな。600ぐらい入れます。このぐらいですね。普通に炊くより倍ぐらいのお水入れてもいいかなと思います。で、火にかけます。で、蓋をして5分ほど強火で沸騰させます。はい、ふつふつ沸騰してきましたら一度混ぜます。混ぜ混ぜと焦げつかないようにね。これくっついてるのがあったらこうやってほぐすとパラパラーっとしてあげます。よし、そしたら弱火にして蓋を開けた状態でコト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 10分ほど煮込みます。はい、では10分ほど経過しました。お米がいい感じにね、ふっくりしてきました。このぐらいになったら OK ですね。これでお粥の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。はい、こちらが謎の料理、チョンシャンションエノンですね。発音とかが合ってるのかは知らん。で、こちら、今日はお粥ですね。まずお粥をお皿によそって、超うまそう。じゃあまずはやっぱり牡蠣からいきたいですよね。ここら辺うまそう。めちゃくちゃ染みちゃってますね。じゃあこれをいただきます。辛っ。なるほど。結構辛くて、ちょっとしょっぱめですね。ほんで口の中入れた瞬間にやっぱりパクチーさんの香りがしますね。タレをちょっと舐めた時は美味しいな、俺は今後パクチーと共存できるかもしれんって思ったんですけど、ちょっとパクチー強いかな。パクチーがたくさんついてたのかな。ちょっとね、こうやって薬味を全部落として牡蠣単体で食べてみます。いただきます。いますね。これはね、癖あり料理だわ。大癖ですね。パクチーもなんですけど、ナンプラー、このナンプラーの香りもすごいわ。でもお粥とは合う。うまい。次、エビちゃんいきましょう。エビちゃん。ボタンエビはどうでしょうか。いただきます。ボタンエビ美味しいな。ボタンエビは殻でコーティングされてたんで、程よい浸かり加減になってますね。嫌な感じじゃないですね。次、これ、しみしみのホタテいきましょう。これ怖いな、ちょっと。いただきます。中身こんな感じです。美味しいな、ホタテ。うまい。ホタテが一番このソースに合うかもしれませんね。牡蠣はちょっと身が柔らかすぎるんで、染みすぎちゃうような気がします。全部吸収しちゃってる、このタレを。ホタテは表面だけうっすらと吸い込んでるんで、ちょうどいい浸かり加減になってます。はい、ということで今日はこちらの謎の料理、ションシャンションフェノンときましたら、お飲み物こちらでいきたいと
思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。ちょっとジョッキ缶でいきましょう。パカッと開けていただきます。辛くてくせえ料理には合う。銀色が合う。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は中国の方のカンジャンケジャンみたいな料理、ションシャンションヘノン、ションシャンションヘノンみたいなやつを作って食べてみましたけども、僕は苦手でしたね。パクチーとナンプラー、この普段食べ慣れてない癖あり食材が2つ結構ふんだんに使われてる料理なんで、やっぱりちょっと食べ慣れてないんでね、癖が強いなというイメージでしたね。で、ちょっとしょっ辛かったかもしれません。おかゆと一緒に食べる分にはちょうどよかったんですけど、単体でバクバク食べれるような料理じゃないなって思いましたね。もうちょっとタレに水入れて薄めてもよかったかなとも思いました。やっぱり僕はね、ああいう出汁をいっぱい使った料理が好きですね。でもとても面白かったです。またね、こういう面白い料理がありましたらチャレンジしていきたいと思います。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。